こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日は減らした先で本当に残った愛用品、キッチン編をお届けします。実は我が家、3年ほど前まで物だらけの家でした。雑貨を集めるのが好きで、ミニマムな暮らしとは正反対の生活。そこからゆっくりと物を減らし始めて、ようやく家の中を一通り見直し終えたかなというところまで来ました。たくさん手放したんですが、最後に残ったものってどれもまた壊れても同じものを使いたい、そんな風に思うものばかりでした。今日は減らした先で残ったものたち、独断と偏見でお話ししていきます。私、食べることが生きがいでして、気づくとここにいるし、気づくと冷蔵庫を開けています。長い時間を過ごしているからこそ、使うアイテムにはこだわりたい。まずご紹介したいのがこちらです。皆様、せいろはお持ちでしょうか？なんだかここ数年、せいろブームが続いているみたいですよね。正直買うにあたって何年も悩みました。物を減らしたいなって思っていたので、せいろを買ってしまうと場所を取るよななんて思ったり、なのでコンパクトな蒸しかごや蒸しプレート、いろいろ試してみたんですが、やっぱりせいろがいいというところにたどり着きました。もちろんそれぞれの蒸し器でそれぞれの良さがあると思うんですが、せいろの魅力で大きかったのが、そのまま食卓に出せるというところです。お皿に移し替えなくていいし、見た目だけでもう美味しい。心配だったのがお手入れですが、案外簡単だった。使ったら洗剤で洗うのではなくて、ぬるま湯でさっと洗って乾かすだけです。シンクを占領しないって地味に嬉しい。味付けで迷うようなこともありません。何にも考えず野菜や肉を詰め込む。そして食べる前に塩とかポン酢を一振り。あれこれ考えなくていいっていうのが楽ですよね。最初は野菜が美味しいということに驚きました。料理ってハマればハマるほど、隠し味とか秘伝のタレとか何か足していく方向に向かいやすいと思うんですが、せいろは素材そのものの味をそのまま楽しむアイテム。足すことよりも引くことで生まれる喜びがある、そんなことを教えてくれました。マイクロプレイン、これ何かと言いますと、レモンとか生姜、ニンニクをするためのアイテムです。最初に気に入ったポイントは見た目のスタイリッシュさ。どこかのシェフが使っていそうな雰囲気がありますよね。実際ですね、プロの方も使われているアイテムだそうで、レストランの厨房をふと覗いた時に、あ、同じだって見かけること結構あります。見た目から入ったものではあったんですが、使ってみたら機能面も非常に良くてですね、まずはこのグリップ、ここがゴムの素材になっていて、握ると手にスッと馴染む感覚があります。なので軽く擦れる。私なりのコツが一つ。ちょっと不格好なんですが、根元をこんな風にお腹で支えるととってもスムーズです。このマイクロプレインはふわっと擦れるのも特徴です。チーズがまるで鰹節のよう。お手入れもしやすいんですよね。指で軽くなぞるだけで汚れがスルスル落ちていきます。
触れると痛いんじゃないかなって最初は思っていたんですが、方向さえ間違えなければ全く痛くないです。このストレスのなさ、いいですね。実際我が家で一番出番が多いのはニンニクとか生姜をするとき、一度に使い切れないので冷凍して使っているんですが、生のものより冷凍したものの方がなんだかすりやすい気もします。気づいたら毎日手が伸びている、そんなアイテムです。この後もどんどん進めていきますね。3つ目にご紹介するのは作家さんの器です。また同じ話をしてしまうんですが、私は食べることが好きです。料理の腕はまだまだなんですが、できることなら美味しく食べたい。そんな私が大切にしているもの、それが器です。レトルトでも冷凍でもお気に入りの器で食べると一味違う感じがするんですよね。以前まで食器棚はぎゅうぎゅうでした。引き出物でいただいたお皿にコンビニのシールを集めてもらった器、これ一度も使ってないなとか、昔は好きだったけど今違うなとか、そんな気持ちがぽつりぽつり出てきました。整理をして残ったのは作家さんの手で作られた替えの利かないお皿たち。もうそれぞれの魅力を語ろうと思ったら長々と話せてしまうんですが、今回器をご紹介する理由は、作家さんの器がいいですよという話をしたいわけではなく、とっておきのお気に入りを持つこと、この喜びをシェアしたかったというところが大きいです。たくさんはいらないんです。本当に大切なものが少しそこにあるだけ。毎日がずっと豊かになる気がしています。コメントでよくいただくのがこの質問です。今日はいいタイミングですので、いくつか器の紹介をさせてください。一番ご質問をいただくのがこちらです。田代林章さんのお茶碗。光の具合で表情が少しずつ変わる様子、とても美しくて気に入っています。そしてこちら、加藤幹夫商店の汁碗。まず目を引くのがこのフォルム。上品で凛とした佇まいが美しいです。持ってみると驚くほど軽いです。これはかれこれ 3,4 年使っていますが、綺麗な状態のまま今も使えています。それでは4つ目、ヘチマです。シンクのお掃除アイテムとして使っています。最初見た時はこれで洗うのって正直思っていました。昔はよく使われていたようですが、今ではすっかりお目見えしなくなりましたよね。想像以上に使いやすくて、これは嬉しい驚きでした。もともとはこのサイズで購入してまして、これを包丁で小さく切って使ってます。一見硬そうに見えますが、水に濡らして手で揉むとだんだん柔らかくなってきます。ヘチマで体を洗うという方もいらっしゃるようですよね。いや、痛そうだなって思っていたんですけど、触ってみたらすごく納得しました。手触り気持ちいいです。これは体も洗いたくなりますね。肝心な使い心地ですが、一般的なスポンジと同じでした。そして見た目の通り水切れもいいです。なぜスポンジではなくヘチマを使っているのか。その理由は手放す瞬間まで心地がいいから。植物を乾燥させただけのものなので、プラスチックフリーで環境に優しい。捨てる時のもやっとした感じが全くなくて、気持ちよく使い切れる。これは大きいです。
この長さと量で616円。1日1回2ヶ月使ってこんな感じ。コストパフォーマンスいいですよね。それでは5つ目に行きましょう。5つ目はブックエンドです。我が家のお皿はこんな風に立てて収納しています。片手で取れて片手で戻せる。以前までは重ねてどかして戻して上の方のお皿だけがローテーションしてました。立てかける収納に変えてからは作業効率がだいぶ変わりました。しかも嬉しいおまけ付き。綺麗に整えなくても勝手に整うようになったんですよね。我が家のブックエンド、ほとんどが無印良品のものです。結果的に大正解だったなって感じています。わずかなリニューアルはあったとしても、だいたい同じものがまた手に入るんですよね。変わらないものがそこにあるという安心感、これはありがたいです。無印つながりでもう一つ、計量スプーンです。これも随分長く愛用しております。まず便利なのが、この内側に刻まれた2本の線、2分の1を示すラインです。半分用のスプーンをわざわざ持たなくていい。このミニマムさいいですよね。素材はステンレスでして、簡単にぐにゃっと曲がったりしないので、そのまま調理にも使っちゃってます。フライパンの上で使ったり、飲み物を混ぜたり、余計なものを削ぎ落としたデザインが無印ならでは。よく見ると絵が少し長めの作りになっています。袋の奥や深めのケースでもちゃんと届く、ちゃんとすくえる。自信を持っておすすめしたい計量スプーンです。最後7つ目、象印のシームレス線。次に買い替えることがあっても多分また同じものを選ぶと思います。私が使っているのは少し古い方にはなるんですが、この水筒の最大の魅力は面倒という感覚を払拭してくれたところです。もうすべてはこの蓋に集約されていまして、よく見かけるパッキンがありません。正確にはパッキンと蓋が一体化した作りになっています。これがいいんです。洗うときにパッキンをわざわざ外したりする必要がない。洗う作業がとにかく楽です。本体の形も気に入っていまして、頑張れば奥までちゃんと手が届くんですね。水筒用の長いスポンジを買わずに済んでおります。専用の道具が増えない、私にとっては大事なポイントです。実は最初はパッキン一体型って珍しいですし、もしかしたら漏れやすいんじゃないのって疑っていたんですが、全く心配いりませんでした。こちらが丸2年毎日使っているものになるんですが、見た目の経年変化はあるものの、隙間から漏れるような気配はありません。企業努力の賜物ですよね。持っていること自体が誇らしくなる、そんな水筒だと思います。減らした先で残った愛用品7つをお送りさせていただきました。今回はあえてキッチン編という形にしてみたんですが、見渡してみると日用品も紹介できそうなものがいくつか出てきました。またお話できたらいいなと思っております。よかったら皆様の愛用品もコメントでお教えください。楽しみにお待ちしております。実はインスタグラムもやっています。ぜひ遊びにいらしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。